性的不能のコンプレックスから売春少女を殺害した男。無理にでも女性を手に入れようとするその男の犯行の全貌とは。2015年3月26日、韓国ソウルポチョンドン早朝6時43分、ラブホテルへ足を踏み入れた一組の男女。淡々と受付を済ませるその男はキム・ジェチョン208号室だってさ。そう言ってジェチョンが話しかけた少女は彼よりもずっと幼く、二人は到底カップルには見えませんでした。それもそのはず、ジェチョンは出会い系アプリで知り合ったまだ10代の少女と売春をしようとしていたんです。ただジェチョンの行動の真の問題は不純異性交友に及んだことだけではないんです。この後ジェチョンと行為に及んだ少女は彼が抱えるあるタブーに触れたために悲劇の結末を迎えてしまうんです。絶対に触れてはいけないその男のタブーとは、彼が性的不能だったこと。性的不能のコンプレックスから売春少女を殺害した男。少女を手に入れるための無謀すぎる犯行の全貌とは。男の致命的な勘違いによって何人もの女性がトラウマを植え付けられたんです。おさすけんちゃんです。宮みかです。皆さん、僕最近ねハマってることありまして。何？スーパーでいい肉を買って一人で焼肉をしながら羨ましがってるルナを見つめるっていう。一人でめっちゃどういうこと？私が言おうとしたらめっちゃって言ったから二人とも被っちゃったなって思って笑っちゃった。本日ご紹介するのは韓国のソウルで起こった殺人事件について。出会い系で知り合った男と売春をした少女がホテルの部屋で殺されてしまったという非常に恐ろしい事件なんです。なんかもう少女が売春してる時点で犯罪だし、そんなやつを買う男っても危ないやつに決まってるじゃない。この日本でもね、マッチングアプリで知り合ってその日のうちに関係を持つっていうのは聞く話じゃないですか。なのでね、マッチングアプリやってる方とかで皆さん中にいらっしゃれば、こういう事件とかをよく考察して自分はどう立ち振る舞おうかっていうのは本当考えてね、自分の身をぜひ守っていただきたいんです。その日ホテルを訪れた2人に一体何があったのか。男の不審な動きを監視カメラはしっかりと捉えていたんです。少女を残して2015年3月26日、韓国ソウルポチョンドン208号室だってさ。ラブホテルのフロントで部屋の鍵を受け取ると、連れていた少女にそういった男はキム・ジェチョン。少女はジェチョンの言葉にうなずくと、彼と並んで客室へと歩き始めます。ジェチョンに比べて明らかに若く見えるその少女はハンさん。ジェチョンとの売春目的でこのホテルを訪れていました。売春客の相手にもすっかり慣れた様子でジェチョンを客室へ先導するハンさん。売春で生計を立てている彼女はまだ中学2年生でした。ハンさんはソウルから電車で2時間ほどのチュンチョンブグロチョンピョンから家出してきた少女。親元を離れて都会に出たものの、たちまちお金に困ってしまい売春に手を出してしまったんです。中 2？ 少女って聞いてたけどめちゃくちゃ幼いじゃない。まだハンさんは数日出てくよみたいな感じでね、家を出たらしいんですけれど、なんで家出したのかっていうのは分かってないんです。売春に手を出してでも家に帰りたくない事情があったのかもしれない。ハンさんがジェチョンとホテルに入ってから数時間後、近隣のネットカフェでは2人の男が怪げそうに会話を交わしていました。おかしいな、なんでハンは電話に出ないんだ。ホテルまで様子を見に行ってみるか。2人の男はハンさんに売春を斡旋していた業者。売春が終わり次第、ハンさんはそのネットカフェに戻る予定でした。しかし約束の時間が過ぎても彼女は戻らず、電話にも一切応じなかったんです。不審に思った男たちはホテルに向かいましたが、客室からの応答もなく、やむを得ずまたネットカフェに戻ることに。そうしている間にも時間は昼の12時に。さすがにおかしい。そう言って3度目に様子を見に来た時、男たちはホテルの従業員に事情を話し、部屋の中へ突入。するとその部屋のベッドの上には冷たくなったハンさんが横たわっていたんです。ハンさんにはくっきりと首を絞められた跡が残っており、売春客のジェチョンに殺害されたことは明白。売春に手を出してたハンさんにも悪いところがあるとはいえ、中2でね、こんな事件に巻き込まれるなんてほんと心苦しいわよね。さらに言えばね、中学生だって知りながら仲介をしていた業者っていうのもこの事件の元凶とも言えますよね。そして犯人のジェチョンはこれが初犯だとは思えないほど徹底的に隠蔽工作をしていたんです。
警察がホテルの監視カメラを確認すると、事件があった時間帯に208号室に出入りしていたのはジェチョンとハンさんだけ。犯人はジェチョンで間違いないと判断されました。一方でジェチョンは DNA が残っていそうなタオル類などを客室から残さず回収した上で掃除を徹底。ホテルを出た後は駅へ向かう姿がカメラに捉えられていましたが、彼はそこから3回もタクシーを乗り換え、住所の特定を防ごうとしたんです。しかし捜査チームは目撃情報や売春の約束に使用された出会い系アプリの通信記録を頼りに、2日後の3月28日にはジェチョンのアパートにたどり着きます。そしてジェチョンのアパート近隣で張り込みを行っていたのですが、ずっと電気が消えたままですね。留守ですかね。いや、おそらく張り込みに気づいてるんだろう。ジェチョンはインターフォンを鳴らしても応答せず、夜中になっても部屋の電気は消えたまま。警察は彼が身を潜めていると考え、翌日隣の部屋の住人の協力を得てベランダからの侵入を決行するんです。いたぞ！火災時の避難用に薄く作られているベランダの壁を突き破り、ジェチョンの部屋のベランダへ侵入した警察。室内にいたジェチョンはすぐに逃走を試みますが、あえなく取り押さえられることに。逮捕されたジェチョンは犯行の一切を否認。彼女は俺が部屋を出るときスマホでネットショッピングをしていました。未成年だということも全く知りませんでした。そう言って彼が最後に見たとき、ハンさんは確かに生きていたと供述したんです。しかしハンさんの爪の下からはジェチョンの DNA が検出されており、ジェチョンの首元と左腕には確かに引っかき傷が。2人が激しく争ったことは明らかで、犯行は疑いようもなかったんです。張り込みに気づいて家の電気つけてなかったりってさ、ジェチョンかなり警察に対する対応慣れてない？実はジェチョンは殺害まではいかなくとも、今回と同じような犯行には何度か及んでいたんです。なぜ彼は売春相手に手をかけるのか。その理由は彼が長年抱えていたあるコンプレックスにあったんです。男の葛藤。事件の約1年前の2014年5月、ソウル市内の風俗店の店先へ訪れたジェチョンは緊張の面持ちでその入り口を見つめていました。今日で俺は童貞を卒業するんだ。そう、ジェチョンは37歳でまだ性行為の経験がありませんでした。彼がその年まで女性経験がなかったのは、幼少から患っていた血管腫という病気の影響。血管腫は皮膚の表面の血管が異常に広がったり増殖したりする病気で、皮膚の表面に赤いあざが浮き出るのが特徴。そのあざをコンプレックスに感じていたジェチョンは内向的に育ち、その年まで友人も恋人もろくにできなかったんです。常に帽子を目深にかぶり、化粧を濃く塗ってあざを隠していたジェチョン。周囲の人に対し完全に心を閉ざしていた彼は、肉親とも縁を切り、完全に孤立した生活を送っていました。そしてこの日、ジェチョンは女性と体を交えることでコンプレックスの一つを克服するはずだったのですが、そんな、まさか風俗に来てまで何もできないなんて。そう、その年まで女性と関わってこなかった弊害か、ジェチョンの下半身は生身の女性を前にしても一切反応しなかったんです。こういう性的不能の原因ってさ、あんまり肉体的なことってよりも精神的なことだって言うわよね。そんな根深い問題をうん心理的な面からではなく、物理的な面から解決しようとしたのがこの男の悪いところだったんです。以降、様々な風俗店を転々とするも、ジェチョンが性行為に臨める日は一向に訪れませんでした。風俗はダメだ。ここじゃ俺は一生できるようにはならない。そう考えたジェチョンは2015年1月頃、風俗から出会い系アプリを介した売春に方法を変更。同時に彼は売春をする際、常にあるものを持ち歩くように。それはクロロホルムでした。クロロフォルムってさ、コナンがお父さんなんか眠らせる時とかに使うやつでしょ？人を簡単に眠らせるイメージっていうのがね、あるんですけど、うん実は違うんです。というわけで本日のメトラキーワード、クロロフォルムについて。クロロホルムとは19世紀後半から20世紀前半にかけて吸入麻酔薬として使用されていた化学薬品。麻酔の効果がある反面、呼吸器や肝臓、腎臓の機能低下、発がん性などの副作用が確認されており、現在はほとんど使用されていません。サスペンス作品ではクロロホルムを使って意識を失わせるシーンがよく登場しますが、あの描写は実はフィクション。吸入麻酔薬は肺に薬が満たされた状態で初めて効果を発揮するもの。ハンカチに染み込ませた程度の量で意識を失うことはほぼありえないんです。ジェチョンはネットの裏ルートでクロロホルムを入手し、売春を行う際はこの薬品を常に携帯。彼は性行為に及ぶまでが長すぎるため、いつもその前段階で女性に断られてしまっていたのですが、クロロホルムで眠らせてどうにか行為に及ぼうと考えたんです。風俗店から出会い系アプリに方法を切り替えたのは、問題を起こした際に風俗店だと足がつきやすいためでした。しかし動画をご覧の皆さんももうお気づきのように、ジェチョンはクロロホルムの効果を完全に誤解しているんです。実はその誤解こそが後の殺人事件に繋がってしまうんです。女
性が嫌がるから眠らせてやろうってマジで最悪。自分のコンプレックスをさ、努力して解決しようともしないで、全部女性のせいにしてるとこ、ほんと胸くそ悪いわよ。これね、女性を道具みたいに扱って本当にね、腹が立つ内容ですよね。ただ当然ね、クロロホルムで女性を眠らせることはできず、焦ったジェチョンは最悪の行動に出るんです。広がるトラウマ。2015年3月26日の早朝、ソウルポチョンドンのラブホテルの208号室でジェチョンと売春相手のハンさんは激しい口論になっていた。金払ってんだぞ、なんなんだお前の態度は。部屋に入るまでは慣れた様子でジェチョンとやり取りをしていたハンさん。しかしいざ行為が始まってみると、ジェチョンの振る舞いに異様なものを感じ、ついに嫌悪感が顔に出てしまった。ごめんなさい、あなたとはちょっと無理。そう言うと服を着直したハンさんは客室を出て行こうとする。待ちやがれ。ジェチョンはそう叫ぶと、出口へ向かおうとしたハンさんの腕を強く掴み、ベッドの上に引き倒した。ハンさんが動揺している間に布と薬品のボトルを取り出したジェチョン。彼はクロロホルムを染み込ませた布でハンさんの口と鼻を塞ぐが、彼女に気を失う様子はない。ハンさんはジェチョンの首元や腕を引っかき、必死に抵抗した。くそ、なんで気絶しないんだよ。そう言うとハンさんの首へ手を伸ばしたジェチョン。彼はそのままハンさんを絞め殺してしまった。ジェチョンにはハンさんの事件以外にも余罪があります。ハンさんを殺害する2週間前にも、彼は22歳の女性と売春に及び、その女性をクロロホルムで眠らせようとしました。この時もクロロホルムの効果がなかったため、ジェチョンは女性の首を絞め、無理やり気絶させているんです。この時彼は殺人こそ及ばなかったものの、女性が持っていた現金とスマホ2台を合わせ、日本円で20万円相当を盗み逃走していました。さらにまたその5日後にも、ジェチョンは32歳の女性と売春。同じようにクロロホルムで眠らせようとしますが、また効果がなかったために、その女性のことも首を絞めて気絶させてしまうんです。ハンさんに会う前の時点何も失敗してんのに、クロロホルムが眠らせることできないってなんで気づかないの？しかも気絶させる目的が行為に及ぶことではなく、ただの腹いせみたいになっちゃってるんですよ。ジェチョンはいろんな女性と行為に及ぶうちに、性的不能女性たちにね、バカにされてるような感覚になっていたんです。32歳の女性を気絶させた後、何事もなかったかのように一人でシャワーを浴びていたジェチョン。その間に意識を取り戻した彼女は激しい剣幕でジェチョンを怒鳴りつけました。何すんのよあんた、うっせえな。女性のその態度に腹を立てたジェチョンは再び彼女の首を強く締め上げます。この時あまりの力の強さに女性の目の血管が破裂。締め上げられた首は皮膚が裂け、大きく腫れ上がってしまいました。女性が気を失ったのを見ると、ジェチョンはまた金品を奪って逃走。トラウマに苛まれた女性は2ヶ月後に自殺してしまったんです。こうしてジェチョンの一連の犯行は2人の死者を出す悲惨な結果をもって幕を下ろすことに。事件から約1年後の2016年4月8日、強盗殺人、性売買特別法違反の罪で有罪となったジェチョンに下された判決は懲役40年。出所後には20年の GPS 位置追跡装置の装着、性犯罪者の治療プログラム200時間の履修が義務付けられました。一方で中学生のハンさんに売春を斡旋した2人の業者はそれぞれ懲役7年、懲役4年の刑に。この事件はコンプレックスをこじらせたジェチョンの変態性に加え、中学生の売春が当たり前に横行している韓国の売春市場の闇を浮き彫りにする形になったんです。ちなみにジェチョンは警察の取り調べでも血管腫による赤あざのコンプレックスに言及。彼は幼少期そのあざのせいでいじめられ、人間関係の構築ができなくなったと語りますが、実は警察はその言い分を疑問視しているんです。というのも、化粧を落とした姿を見たところ、ジェチョンの赤あざは全く気にならない程度のものだったというんです。いじめられていたという言い分は彼の被害妄想である可能性が高く、その心の弱さゆえ女性を気絶させて行為に及ぶという卑劣な発想に行き着いたとも考えられるんです。自身のコンプレックスを克服できず、受け入れられない女性側に責任を押し付けた結果、最後は殺人まで及んでしまったジェチョン。自分を悲劇の主人公のように扱い、多くの女性にトラウマを植え付けたジェチョンの行為は到底許されるものではありません。彼だけが特別ではなく、どんな人でも多かれ少なかれ何かしらの劣等感はあるもの。あなたはそんな自分のコンプレックスをどのように乗り越えましたか？おざっす。なんと皆さんこの度ですね、公式のオンラインオフ会を7月の18日木曜日夜9時からね、秘密結社アルゴメトリーで開催させていただきます。というわけでね、もし参加したい方がいらっしゃれば概要欄または固定コメントの秘密結社アルゴメトリーからご参加いただければと思います。